皆さんこんにちは、くまパンチです。今日はね、サイスガードのマチェスのスキル解説を行っていきたいと思います。ですね、富士見型というのを紹介していきたいと思います。でですね、サイスガードね、PVE の時ね、絶対取った方がいいスキルがありまして、そう、回復とバリアですね。で回復スキルが、4つと、バリアがね、広範囲で味方に負けるので、もうね、チェスをね、死なないように、やっていきたいと思います。まずは、ですね、小玉かな。そう、小玉と、ですね、右のアイコンのスキル8個を、使っていくんですが、で、ウルトも2つ装備しますね。でですね、まずソウルリンクからですね。ソウルリンクが、かなり味方が回復する結構化け物スキルになっています。で、チームで行くときは、月輪の刃は取らずに、パーティー全体にバフがかかるようにします。そう、取ってしまうと自分しかかからなくなるためです。で、フォトンブラストですね。これは少ししか回復しないんですよね、味方全体。でも一応取ります。で、鎌投げと、ルーンバリアですね。このバリアもね、かなりダメージ軽減あるので、絶対取ります。これ一撃で死ぬような技でも、このバリアで耐えることができます。で、PVP でも使うプロジェクション。これはもうすごく回転率が速いんで、スクールタイム現象を取って回復マーカーをね、貯めて巻くために取ります。なので、ね、プロジェクション取ります。で、すごい重要スキルの小玉。これ2つスキル、小玉ね、選択できるんですけど、回復モードの方を押して、常にね、味方を回復させていく立ち回りをしていきたいと思います。さあ、始まりました。でですね、ここをね、左側がね、あの、と右側で違う敵なんですけど、右はレアティーズなんですけど、レアティーズとこっちと難易度が違いすぎるんですよ。びっくりすることに。ミスなんじゃないかってぐらい。さあ始まりました。この衛兵ですね。開幕すぐに、バリアを張って、でですね、火力スキルをぶつけていくんですけど、基本的な戦い方はね、自分の HP と、相手の動きをよく見る。結構ね、無駄打ちをしてしまうと肝心な時にね、回復がないんで、無駄打ちをせずにやっていきたいと思います。で、この敵はですね、雷落としだけね、めちゃくちゃダメージ食らうんで、雷を落としてくる時だけすごく気をつけて、ダッシュと、はい、これですね。今ダッシュで避けれたんですけど、避けれない時多いです、マジで。で、バシバシやって、結構ね、サイスカードなので、HP 管理結構簡単なんで、サクッと倒してしまいます。で、味方の支援に行くんですけど、行かない方がいい場合もあるみたいなんですよね。HP が結構30ゲージぐらい増えてしまうらしい。でも、サイスガードは、やっぱりね、回復とバリアが負けるんで、行ってあげた方が絶対喜ばれます。なんでね、サイスガード使ってるなら、眠りなさい。清らかな雨が浄化してくれる。ね、言ってあげてください。助けて、すごい大事です。ね、回復をね、細かくばらまいたりとか、バリア張ったりしてますね。で、倒しました。倒しました。で、次がですね、オフィーリア戦ですね。この子はね、ビームと魔法弾、闇の鉄球、炎の鉄球で攻撃しています。で、この子自体はですね、実は動きがめっちゃ単調なんで、よく見てればね、全部避けれるんですよ。こんな感じで。今の魔法弾みたいな感じで避けれちゃいます。で、結構ね、でもワープで移動してくるんで、ね、ちょっと鬱陶しい敵ではあるんですよね。そう。で、ボスから目を離さなければ大丈夫。で、ビーム打ってきた時は背後に回ります。そう。で、火力がでもね、結構高いんで、舐めてると結構痛める。ビームが一番火力高いかな。そう。これがね、炎の鉄球を下ろしてきて、雑魚敵をこっちにおびき寄せないといけないんですよね。で、雑魚敵の正体が現れたら戦う。そうなんですよ。で、この時ね、雑魚敵とボスを見ないといけないんで、結構厄介なんです。
ビーム。これビームって1人のプレイヤー狙うので、味方の方にあんまり行かない方がいいんですよ、このビーム。ただそんなことしてると自分が死んでしまうのであれなんですけど。ビーム来た。ちょっとずつ移動して、で真ん中で小玉打ってね、回復ばらまいて、またビームが来た。このギムってね、他のね、あれですね、実況者の人がクソダルギミックって言ってて笑っちゃいました。確かにクソダルギミック、これは長すぎる、あまりに。今回ビーム回数めちゃくちゃ多いですね。はい、ね、ザコ倒したね、覚醒をね打っていきたい。眠りなさい。清らかな雨が浄化してくれる。バシバシ打っていきますね。でオフィリアを倒したら、次がね、炎のね敵ですね。名前なんだっけな、なんか暴れる炎の敵です。ボローニアスか。ボローニアスはね、すごい簡単と言われつつ火力ものすごい高いんですよ。やけどみたいになってこれもまたね、さっきと同じく油断してると死ぬんです。でここからね、ちょっとね、倍速とかは、ね、あんまり使わなかったです。結構大事なシーンですけど、ここからが結構やっぱね、4人で戦うので、サイスガードの本領発揮なんですけど、ちょっとね、体力回復スキルをグッパーしすぎてしまってて、味方が危うかったんですよね。歯車の力を奪い、戦車の周りに運んで怒りを抑えるんだ。で真ん中でまで運んでいって、ここから真骨頂なんですよ。小玉スキルと、ね、マーカーを打って味方をね全体回復しながらここで待てるんですよ。で左にね、ゲージ注目してもらったら分かるんですけど、味方がどんどん回復していってます。今トーンブラストでダウンしたので、もう覚醒とか打ってねバンバン使います。なんで覚醒とかね、結構ね無駄打ちできないんですよね、チェスト。ダウンした時とかが、ね、一番いい。眠りなさい。清らかな雨が浄化してくれる。サイスガードね、距離をね取ってね戦えるんで結構いいですね。で味方がやばいなと思ったら小玉とか回復スキルをどんどん打っていく。歯車の力を奪い、戦車の周りに運んで怒りを抑えるんだ。小玉打った方が良かったなって自分的には思っていて、でこの歯車を避ける時なんですけど、これ立ち止まらない方がいいんですよ。立ち止まって歩き出すとまたね、なんかラグでねちょっと遅くなるんですよ。常に歩き続けて真ん中行った方がいい。右左行きながら。で今ね注目してもらったらまた分かるんですけどね、全体でね全員ボーンって回復できます。戦車が怒りで暴走状態に入っている。今回は多分、シールドを壊さないと怒りを抑えられない。暴走に合わせて自分を暴走してしまって回復スキルをマジで打ちすぎて、ただ運よくね小玉のねクールタイムが、ね、来たんでみんなを回復させてあげて、でここの左上のね回復ゲージ注目してほしいです。味方が回復していってるのが分かります。遠距離スキルをバシバシ当てて、ちょっとねむやみにプロジェクションでね近づかないようにして、さあダウンした。これがスタイルした。あとはみんなでボコボコにして、ここは終わり。そう結構今ね見てもらったら分かったと思うんですけど、これ回復スキルがマジで多いのと、バリアを張れるんでね、パーティー全体の復活回数を抑えれるんですよね。生存率かな。はい。で結構もうあっという間ですね。次がこれが最後ですなんですけど、ここはねもう全部のね今までの知識を使ってもう全力で戦っていきたいと思います。
本当にオフィリアもそうだけど、メラディアもねものすごくねワープするんで、癖を打って外すことが、ね、怖いんですよね結構。でちょっとね仲間が1人ね死んでしまっているんですけど、まあ助け合いなんで、ここはね同じクリアラをする仲間なんでね、助け合ってねクリアまで導いてあげたいなと思います。でこれ今ね相手バリア張ってるんで、どんどん削ってねダウンまで持っていきたいです。でここ結構注目なんですけど、まあダメバフと回復だけでもすごく役立ってるんで、慌てて全部スキル打たなくていいんですよ。ダメージ出そうとか考えなくていいです。20分もありますからね、戦う時間が。もう絶対に結構温存しつつ戦う。特にあれですね、フォトンブラストとかね、回復大幅にするスキルは結構温存しておきます。ただバリアは常に張るようにやっぱ、ね、すぐ即打ちしていきます。そうですね、だいぶ多分全然まだ、ね、死んでないと思いますね。味方とか復活回数多分だいぶ少ないですね、今までいった中で。あ、小玉を打ちたい。小玉打てましたね。これで耐えてくれ。ちょっとね王のシールドを破れる。回復が。そう、このね結構ね氷柱を王に当てるのが結構難しいんですけど、回復打てたんでね、みんなで耐えることができています。お仲間も今回ねサイスガードなんでダブル回復でだいぶ生存率高いです。で待ってる間もスキルをね結構ね回していって、満月マーカー貯めて回復巻いてますね。結構重要な動き。あとですね、左下ねチェスはねマルツ注射にした方がいいですね。 HP30 回復のアイテム、マルツここでしかね特に使うとこないんでね、ここでガンガン使って良いです。今味方もね回復打ってくれてます、自分のためにここなんか知らんけどスローモーションになってるんですよ。ここもバシバシって一気にダメージ与えたいです。でメラディアが来る、小玉を打つと。でマーカーもあるんで、満月新月両方溜まってるんで回復とバフが負けますね。はい、負けました。でマーカーもね使いながらしないとやっぱりねマーカー分もったいないんで、もうマーカー溜まったらすぐ使ってあげて回復とダメバフをどんどん巻いていきます。今ね全体回復ねすごい大幅に決まったんですよね今のところよかったらね。冒険者さん、これが私の最後の力です。ポーンになりクイーンにプロモーションしてこの動画中ね味方の体力見てたらちゃんと回復してるなっていうのが分かった。今回ですねパーティーの1人だけが確かね変身しないんですよね。で自分が変身した側だったんで、変身した側はね死ぬことないんですよね。敵に変身して敵を倒すっていうギミックなんですけど、もうこれ死なないんですよね、自分とか変身した側。今はお一人の味方がメテオでね氷を解こうとしてくれてます。で他の味方を助けて戦ってくれてる。自分ともう一人が、敵になって凍ってしまった。味方をね全力でね応援したい。よし解けた。でもうここでねいっぱいスキル溜まってるんで、とにかく回復とダメバフを巻いて
総攻撃していく。眠りなさい。複製を打っていきますね。清らかな雨が浄化してくれる。すごいね、安定してますね、やっぱサイスガード。やっぱね、他の職業をね、やっぱ使ってるとね、やっぱね、回復がやっぱ明らかに足りなかったりとか、安定感に結構欠けてしまうことが多い。まあ、自分の場合はなんですけど、やっぱサイスは本当に安定して戦えるんで、これからのね、高難度もだいぶおすすめなんですよ。こういう時も長くね継続してダメージ与えてくるってすごい小玉が役立ってます。こう祈ってくれてますずっと。でメディアを倒して、でメディアを倒してからも敵強いんですよね。ボロクローディアスかクローディアスもめっちゃ耐えてくるんですよね。メディア耐えた後バチバチしてるんですけど、お結構やばい。OK、今回の場合はねサクッと倒せました。いやお疲れ様でした。結構やっぱ長いですね。喋り続けてたんですけど、すごく長く感じますね。これからもねサイスガードね活躍してくれるはずなんでね、是非ねまだやってない方いたらねやってほしいと思います。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。いつも見ていただきありがとうございます。本当励みになってます。さようなら。